皆さんこんにちは。本日の DKTV エッジケースに来ております。あっち？はい。お前なんだこれ？なんかちょっと芸人としてのプライドが出ちゃって体張りすぎました。何の番組でやったの？まあなんやがありますよ。まあ、芸人は体張るからね。ええ、まあだから見てください。一流の芸人になったってことだな。ああ、いやダメですよ。土屋さんもう待ってますから皆さん。土屋さん、行きましょう。土屋さん。一流の芸人になったんだ。なんで怪我でね、ありがとうね。肋骨やってるんですよ俺。あれでパチパチ。こんにちは。土屋さん。なんかもう。はい、土屋圭一さん、そして車のチャンネルからゴミさんとけやきさんです、はい。どうぞ本日はよろしくお願いいたします。はい。こんにちは。こんにちは。今日はうちの黒八のデビューということで、今までねNA で楽しみたい人のために、NA で4スロまでやりましたけれども、今度はねパワーが欲しいっていう人たちのために、HK さんと一緒にターボをつけて、で絶対壊れないチューニングでいきたいと思いますね。絶対パワーじゃなくて楽しいパワーを手に入れるということで、黒八が出来上がったということです。皆さんよろしくお願いします。すみません、今回は4月にお預かりしている車に、HKS のターボキット、はい、これを付けさせてもらいました。はい、で今回付けさせてもらったのはターボキット、それからターボキット用のエンジンのオイルクーラー、それからインジェクターですね、はい、一応インジェクターをちょっと大きいものに変えさせてもらったのと、あとは、ブーストコントローラー。通常HKS のターボキットはそのままブーストコントローラーつけずにお使いくださいっていう感じなんですけど、お預かりした時もお話みたいに、はい、ちょっとだけ特色を出そうっていうんで、ブーストコントローラーもつけて通常よりもブーストを上げさせてもらうっていう感じの部品を取り付けをさせてもらって、最後に、セッティングをさせていただいたという感じになります。はい。190馬力ぐらい。30馬力ほどぐらいであろうと。そうですね、30馬力ぐらい、はい、はいはいであろうという感じでした。でもともと測られた立ち上がりが多分違うと思うんで、一応単純な比較にはなんないんですけど、一応今回ターボキットをつけたことによって何馬力上がりましたっていうのは違う車種代で測ろうが何で測ろうがそこは一緒なので、はい、それを見てもらうためにっていうんで最初にノーマルを測らせてもらいました。はい、NA の時からっていう考え方でいくと、約79馬力ですね。78.96、はい、トルクで 13.8 キロ、はい、NA の時よりも上がってるんで、だいぶ乗った感じはね、変わるよね。変わります。すごいぞこれ。車重ってどのくらい変わるんですか？車重はですね、多分インタークーラーとかターボがついておそらく10キロぐらいは重くなってると思います。10キロもそうですね、ちょっとオーバーハングで重くなってるんで、ハンドリングの影響っていう話になるとちょっと不利な面はあるかもしれないですけど、10キロ程度だとそんなに大きく変更する必要はないよね、足回りもね。そうですね、はい。でそれを差し引いても強烈なトルクとパワーがありますんで、はい。そうですね。はい。それは楽しみだ。それはケヤ君のと袖ヶ浦で勝負しちゃおうかな。どうね、あっちこっち行っちゃうっていうことを前袖ヶ浦で乗ってくださった時おっしゃってましたんで、土屋さんの86足も決まってるとなるとちょっとかなり不利な状況で、目標はケヤ君じゃないんだけどね。もちろんもちろん変なやつ。わかりました。はい、うちのドライバー。はい。あいつをやっつけるために HKS に来たんだから。なるほど。あの方の S2000 と戦うんですか？他に何があんだよ。なんかあるのかなと思ってます。いろいろ持ってるよね、あいつ。本当ですよね。だって S2000 なんか最初380まで持ってきて、で俺にケチョンケチョンに負けてスーパーマメに
そしたらね、翌月戸田のコンプリートエンジン頼んでやがってなるほどですね。そうふざけた野郎だよね。 400万っていう話ですよね。何百万、400万か400万。ね、戸田のコンプリートエンジン、それで300馬力、見えなくなっちゃったでももうそしたらね、HKS さんがターボつけたらやりますよって言って、それはちょっとやってみよう。 HKS さんは土屋さんの味方ですね。当たり前だなポッと出てきてよ頑張りましょう。打倒王くんで。なんだかんだ言っても俺は谷口よりも前に HKS の契約ドライバーだったおね。 HKS のミラージュターボとかさ、ミラージュ。フォーミュラーミラージュとかやってたの。クビになっちゃったけどね。あ、やばい、ゴミさんの顔が。谷口に行ったの。そう。じゃあ下回りを、はい、説明していきます。はい、こちらですね。まず前の方から今回はターボキットを付けさせてもらったので、これがターボキット専用の、液マニとフロントパイプになっています。で、今回はですね、土屋さんの要望で、液マニの方に、遮熱剤を巻きたいということだったんで、通常だとこの後ろにいるこういう遮熱剤をですね、車の方につけて、ストリートの方だったらそれでほぼほぼ終わりにしているんですけど、サーキットとかもいろいろ使われるってことなんで、こちらはちょっと別で、HKS のものではないんですけど、ご用意させてもらって任してもらってます。はい、で次に、ここですね、俗に言う皆さんサポートパイプって呼んでるやつなんですけど、通常 HKS の方も、ここはノーマルを本来使用するんですけど、一応少しでも抜けを良くするっていう意味で、ここもちょっとノーマルより太いステンレスのもの HK 製なんですけど、それに変えてます。でここも一応バンテージを巻いてますね。はい、であと次にここです。ここだけ急にノーマルっぽくなるんですけど、これが第二触媒です。こちらは、ノーマルを使ってます。理由はですね、HKS のターボキットがもともとタコ足についている第一触媒をターボ用のものに変えて、第二触媒はノーマルを使いますっていう、排ガスの試験の書類で車検対応っていうことになっているので、ここの書類の問題でここを外してしまうと車検対応じゃなくなっちゃうんですね。こっちにいくら触媒がついてても、こっちがノーマル、こっちが HKS、これで初めて車検対応になりますんで、ここはそのままノーマルを使わせていただいてます。はい、であと最後にマフラーになるんですけど、一応 HKS でマフラーの種類も何種類かあるんですけど、売れ筋なんかだと結構スペック L っていう軽量タイプのマフラーなんかをつけられている方も多いんですが、今回は、なるべく音のフィーリングもよく、それでいてうるさくない、ある程度静かな感じでっていうことだったので、こちらのリーガマックススポーツですね、こちらを、つけさせてもらって、もともとターボ用っていうことではないので、このテールとかがこういうふうに巻いたりとかしているのは、もともと NA なんかでつけた時に、サウンドを良くするっていうことで、こういう作りに太鼓も2つに分けるとか、そんな感じになってます。はい、ただ別にじゃあターボの車につけたらふん詰まりになっちゃうのって言ったらそういうこともないので、もともと一応だいたいこういうターボをつけた300とか350馬力ぐらいまでは対応するように、スペック L とかそういった類もだいたい HKS のマフラーは設計してやってますんで、全然大丈夫です。じゃああとですね、ちょっと下回り関係でお話しすると、一応ここにノーマル、ごめんなさい、ちょっとHKS のやつがなくて申し訳ないんですけど、これ外したノーマルのクラッチパーツです。一応クラッチのパーツを今回は HKS の LA クラッチのシングルタイプの強化クラッチに変えてます。でそのクラッチの構成としましては、フライホイール、クラッチディスク、クラッチカバーの3点、ディスクとカバーだけを変える強化品とかもあるんですけど、一応 HKS のはフライホイールも軽量化したもので、ディスクとカバーは、強化されたものっていう3点セットの、これと同じシングルタイプ、要はディスクが1枚のタイプですねに変えてます。で一応、違いとしましては、強化クラッチなんでノーマルより当然
トルクや馬力に耐えられるようになってます。でスーパーチャージャーなんかの時はですね、急激なトルクの立ち上がりをしないので、基本的にノーマルクラッチでも対応することが可能なんですが、ターボに関しては結構低い回転数からブーストが立ち上がって、そこでトルクが一気に立ち上がってきちゃうので、やっぱりどうしてもノーマルだと滑っちゃう症状が出ちゃう。なので今回は、クラッチを変えさせてもらってます。で一応ただ単に強化品で変えましたっていうのでは、商品としてあんまり意味がないとは言わないですけど、何も強くなっただけなのってなっちゃうので、一応 H ケースのやつは全体的な重量でいうとノーマルがこれ大体3点全部足すと16キロ弱ぐらい、 15.7 キロとかあるやつを H ケースのに変えると大体12キロぐらいになります。なので5キロぐらい軽量されて、比率でいうと 77% ぐらいの、重さになっている。だから結果的に完成重量とかも減りますんで、ただ単に強化になるだけじゃなくて、こうスロット入れた時のクラッチの回り始めが軽いんで速くなりますから、レスポンスなんかも上がるという感じになりますね。はい、じゃあ今度はエンジンルームの紹介をさせていただきます。一応今回は、付けさせてもらったのが、メインとなるのがこのターボキットですね。一応このエアクリーナー、ターボで前に来てインタークーラー、それからまたインタークーラーから出てきたパイプと、このさっき言ってたキャタライザーですね。これが一応キットの設定になります。で、パワーチェックの時にもお話したんですけど、今回は、通常のターボキットだけの設定圧じゃなく、ブースト圧をチェンジできるようにブーストコントローラー、 H ケースだと今 EVC7 ってやつなんですけど、一応それをつけてます。一応それのバルブですね、これが。それが、制御するためのブースト圧で、制御圧、アクチュエーターに行く圧力がここにつながってますね。で一応ホースはゴムホースじゃなくて熱に強いこういうシリコンホースを使って、今回はつけてます。であと当然なんですけど、ターボキットとかつけて、イオンとかが当然上がりやすくなりますから、ターボキットの場合はスーパーチャージャーと違ってほぼほぼマストってことにはなるんですけど、一応 H ケースの、スーパーチャージャー用でもともと開発したオイルクーラー、これがついてます。一応これが取り出しアタッチメントで、ホースがこの中に入って、オイルクーラーの方はこっちですね、ここについてます。で通常だと、このホグランプ、これを外すだけっていうパターンが多いんですけど、今回は特別に、ウインカーのとことこのホグランプのとこが両方メッシュになって空気が入って後ろ側に抜けるような感じになってます。後ろ側も網になってますね。であと今回セッティングするのにあたり、通常はここのエアフロメーターと、あとこの中にある圧力センサー、これ2つとも H ケースのターボキットノーマルで本来大丈夫なんですけど、今回は一応ブースト圧を上げるっていうことで、エアフロはノーマルのまんまなんですけど、圧力センサーだけ社外品のブースト圧が3キロぐらいまで測れるものに変えてます。純正だとこれがだいたい 0.4 キロ弱ぐらいまでしか見れないんですよ、ノーマルが。でブーコンとかつけなくて、ブースト圧がもう1種類しかないようだったらそれでもセッティングできるんですけど、一応今回は細かくブースト圧を分けてるので、ちゃんとブースト圧が見れるセンサーに変えさせてもらってます。でもっとパワーが出てきたらこっちのエアフロメーターも変えなきゃいけないんですけど、一応今回出てるパワーですとエアフロメーターは標準のもので大丈夫なんで、一応それをしています。たださっきもお話したみたいに、通常の H ケースのキットであればブーコンをつけたりはしないので、エアフロメーターも圧力センサーも標準品ノーマルで大丈夫です。だいたいこれが今回のエンジンルームの変更点になります。あとですね、今回は通常のターボキットではこれも変えないんですけど、このブーストコントローラーをつけるのと、あと今後、万が一何かしらステップアップするとき用にってことで、インジェクターのアップグレードキットもつけさせてもらってます。一応ここの奥についているものになるんですけど、トヨタ86の場合
ポートのインジェクターと直噴のインジェクターと合計4本ずつ8本のインジェクターがついてるんですけど、一応今回変えさせてもらってるインジェクターはポート噴射の方のインジェクターになります。はい、一応こちらがだいたいノーマルが 300cc 弱ぐらいのものを 500cc 弱ぐらいのものに、だいたい倍ぐらいのものに変えてます。はい、で通常の H ケースのこのキットであれば一応インジェクターも変えないで、こういうさっきお話したセンサーなんかも変えないで、いける設定となってますけど、今回はブーストコントローラーつけるのと先々のことも考えてということで一応変えさせていただいたという感じです。はい、では、室内の方なんですけど、先ほど見ていただいたブーストコントローラー、EVC7、こちらのディスプレイ部になります。で一応こちらはですね、ブーストを4段階、設定できるようになってまして、オフ状態、要はついてない状態を含めますと全部で5段階のブーストが変わるっていう感じになりますね。で一応こちら、今表示しているものはここがブーストです。ちょっと空ぶかしてみますね。でここに下に出ているのがエンジン回転で、こちらに出ているのがスロットになります。スロットルアクセルですね。一応こちらも、はい、今吹かしてみます。で、一応このつまみを切り替えることによってブーストが切り替わります。これが今オフとなってますが A、B、C、D ですね。でこちらの方のパワーグラフはでご説明したみたいに一応 A、B、C、D って D が一番パワーが上がるように設定してあるのと、あとはこのアクセル回路と、エンジン回転、これを取り込むことによって EVC の中にあるマップ機能っていうのが使えるようになります。一応どういうマップかと言いますと、エンジン回転とアクセル回路に対してベースのブーストのマップよりどれだけブーストを上げなさいっていうことができるようになってますので、パワーチェックのグラフの時にも説明しましたが、一応それを使うことによって、一旦ブーストが落ち着くんですけど、そこから高回転になるに向かってブーストがだんだん上がっていくっていうセッティングが今回はしてあります。一応理由は、このパワーチェックグラフの時にも話しましたが、ブーストをどんどん上げていっちゃうとトルクが上がっていっちゃって、やっぱり駆動系にも負担がかかる、あとはエンジンにもノーマルなんですけど負担がかかるっていうことなんで、ある程度のトルク、ミッションとかが耐えられる、エンジンなんかも耐えられるブーストのトルクで1回止めて高回転に行くに従ってブーストを上げていくことでマックスパワーを稼ぐっていうセッティングになってます。最後になります。はい、今回はコンピューターのセッティングするにあたって H ケースのフラッシュエディターっていうノーマルコンピューターを書き換えする機械を使ってセッティングさせていただきました。一応これが本体になります。でちなみにこちらはですね、この中に、パソコンで作ったデータを入れて、そのデータをコンピューターに書き込むというシステムなんで、コンピューターを、作ったデータを入れて書き込んでしまった後は別に車につないでおく必要とかは特別ないです。で一応こんな感じのもので、一応この横にパソコンからデータを送る時の端子、こちらが車にデータを送る時の端子で、これを、故障診断カプラーにつけて、データを車に送るっていうシステムになってます。で一応ですね、パワーライター店っていう H ケースと特別な契約をして、こういうコンピュータ関係の、データをいじれるっていうお店さんでしか一応そういうカスタマイズデータは作れないので、もしこういうターボキットを今後つけられるお客さんで、こういう EVC をつけてやってみたいとか、ちょっと元々の H ケースの用意したデータと違うものを使いたいという時は、うちなんかもそうなんですけど、そういうことができるお店さんに相談してやってみてください。終了。なかなかね、平日なのにこんなにみんな集まってくれて、いろんな県から来てくれてありがたいよね。たまにはこういうなんか DKTV の公開収録もいいかもね。お疲れでした。